お姉ちゃん、お姉ちゃん。どうしたんや、葵。このメッサーシュミットのベリン。どうしたのかな。ちょっと横風でな。なぜかフォワードスリップになってしまったんよ。ちゃんとサイドスリップで下ろしてよね。すまんて、葵。さて、どうやって直そうかな。瞬間接着剤じゃすぐ剥がれるし、鉄線仕込むにも薄すぎるし。そもそも、これ、どんな構造になっているんだ。よく見ると、胴体脇に穴があって、芋ネジが見えるぞ。おう、抜けたぞ。思ったより、複雑な形状をしているぞ。D カット付きの金属線が、斜めに刺さっているのは、そういう設計っぽいぞ。これは、もう、丸ごと作った方が早いかな。このソフトは、Fusion 360という個人で使う分には無料の CAD ソフトウェアだぞ。法人で契約するとすごく高いから、無料は助かるぞ。CAD って難しいイメージがあるけど、難しいのは設計で、現物見ながら適当にお絵描きする分には、簡単だからおすすめだぞ。昔は、こんなことできても、全く意味がなかったんだけど、今は、これで 3D プリンターで印刷できるんだから、すごい時代になったもんだぞ。CAD と 3D プリンターのいいところは、とりあえず印刷してみて、微妙に合わなかったら、CAD で 1mm ずらして再度印刷、みたいな、本来なら面倒くさい作業が、すごく簡単にできることだぞ。あと、本物のエンプラには勝てないけど、そこそこ強度があるものが印刷できるから、例えば、今回のベリンテートなら全然大丈夫だぞ。むしろ、紫外線を浴びながら、数年経過したプラスチックよりは、頑丈なものが印刷できたりするぞ。まあ、何が言いたいかというと、これを使わないのは損だ、ということだぞ。この手の 3D プリンターで、大半のスケール機の装飾パーツは解決できるんだけど、未だに、透明なキャノピーを簡単に作る方法がないぞ。もちろん、3D プリンターで型を作ってから、ポリカーボネートを真空成形機で、というのが成功王だけど、さすがに個人でやるには色々大変だぞ。なお、今回は 3D プリンターとしては一般的な FDM プリンターを使用する予定だぞ。何か問題が生じたら DLP プリンターを使うけど、重くなるし、多分必要ないだろう。ちなみに、CAD の勉強は YouTube に動画がいっぱいあるから、見れば大体わかるぞ。とりあえず今回は、細かい装飾はなしで印刷してみるぞ。うまくいったら、元の部品に存在した造形を付け足すぞ。では、印刷してみよう。印刷できたぞ。古い PLA 使ったせいか、驚くほど汚く印刷されたけど、まあ、外周はサポートだから大丈夫だろう。ぴょんぴょんしている部分だけ、紙やすりで削って、金属線を仕込んで、タイヤを移設したぞ。鉄線切って D カット入れるのが一番大変だったぞ。試しに動かしてみる分には大丈夫そうだぞ。まあ、お姉ちゃんの荒っぽい着陸に、数回耐えたら塗装してあげよう。それじゃあ、高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぞ。では、また。